海道大学札幌キャンパスに広がる札幌農場。札幌農学校が作られた1876年、クラーク博士の指導のもと、農家にとっての模範農園として始まりました。およそ150年の時を経た今も、最先端の農学研究と教育を支えています。札幌農場の一角で研究を続けている植物栄養学研究室の信野拓郎教授のもとを訪れました。作物が栄養の少ない環境にどのような仕組みで適応しているかを土壌に着目して調べています。この畑はですね、今から114年前、今115年目になりますけれども、そのような前から管理されている畑になります。今年はトウモロコシですけれども、昨年は大豆、その前ひまわり、あるいはそのいくつかの植物を混ぜて育てたりとかっていうふうにしてます。作物が育つには窒素、リン酸、カリウムという肥料の3要素が欠かせません。多くの畑ではこれらを人工的に与えます。しかしこの圃場ではあえて肥料の3要素を制御して作物を育てています。左から順に3要素それぞれを114年間全く与えていない区画、すべてを与えていない区画、そして通常の畑と同じようにすべてを与えている区画です。でここが、もう何も与えてないところですね。ずっともう一切肥料を与えてません。ここは長年にわたる実験からどのようなことがわかるのでしょうか。全く窒素をやらなくても、その隣の背が小さいところがそうですけれども、114年間全く与えなくても、それなりには育つというようなところで、ここら辺がですね、実は非常に面白いところなんです。要は何もない、雨とかで少しは入ってくるんですけども、けど基本は土から吸う。で、土から養分をこの100年間1世紀以上にわたって吸う能力があるということが一つ非常に面白い。やっぱり長く畑を管理して見続けるっていうのは非常に重要なことかなというふうに、新しいことを見出すという意味においても重要なのかなっていうふうに思ってます。実験室の中だけでは多分見えてこなかったことはたくさんあるのかなっていうふうに思ってます。土壌と植物の間でどのような栄養のやり取りが行われているのか、信野先生はその未知の世界を明らかにしたいと考えています。土壌からの植物へのそのいろんな元素の移動っていうものの制御しているメカニズムっていうのを知りたいんですよ。でそれを明らかにするためには植物だけじゃダメなんですよ。土壌のメカニズムも必要で、さらにその土壌と植物の関係にどういうふうに環境要因が影響を与えているのかっていうことも知らなきゃいけない。それは例えば温度もあり水もあるだろうし、二酸化炭素の濃度とかそういうのもあるかもしれないけど、そういうようなところ全部融合させながら調べていくっていうことが多分重要になってくるだろうなと。植物栄養学研究室の丸山隼人助教は、作物の根と土壌との間で何が行われているのかを詳しく調べています。これはですね、根箱っていう、根の箱って書いて根箱って呼んでるんですけれども、この中に根っこが挟まるような形で栽培をしていまして、この後これを開けることによって根が二次元的に広がっている様子を見ることができる装置になっています。でこのアクリル板の中に土壌が入っていて、土壌と土壌で根を挟むような形で栽培をしているようになります。根箱を使って観察しているのはマメ科植物のルーピン。根が広がる様子がはっきりわかります。ルーピンは他の植物は吸収できない栄養分を取り込むことができます。その秘密はブラシのように密集して生えているクラスター根にあります。この土の中には、植物が実際使える形のリンっていうものと、直接は使えない形のリンっていうのが存在していて、でこのクラスター根から分泌されるものの中に有機酸が含まれるっていうふうには研究が進んでるんですけれども、その有機酸がその使えない形のリンを、使える形のリンに変えることでうまく植物が使うようになっているっていうふうに考えられています。丸山先生たちはルーピンの根と土壌を細かな区画に分け、その区画ごとに根から出る分泌物や土壌の状態を調べています。
土壌の種類にもよるんですけど、多い時には約8割方はその有機体のリンで存在すると言われていて、でそのままでは植物は吸収して利用することができないので、通常はリンが足りなくて、それが生育に影響が出てしまうというのが問題になっています。リンが少ない土壌にもルーピンが適応できる秘密、それはクラスター根から分泌物を出して有機物のリンを無機物に変えて取り込める特殊な力にありました。丸山先生たちはクラスター根はリン以外の元素にも働きかけているのではないかと考え、研究を続けています。この温室はですね、1936年に出来上がったもので、北大の中でも一番古い温室に属しているものです。ですね、ここは昔から使ってまして、自分が大学に来た時はちょうど呼吸の研究、植物の呼吸の研究を中心的にやっていた場所です。最近は特に不良土壌ですか、例えば塩害とか、あるいは重金属に汚染されたような土壌、そういうようなところの土壌を対象とした研究を多く行っている。温室で栽培されているさまざまなトマト、よく見るときれいなものに混じって少し腐りかけているトマトもあり、これは尻腐れと呼ばれています。渡辺俊弘准教授は栄養不足の環境や汚染された土壌でも生きられる植物を研究しています。尻腐れは土壌のカルシウム不足が原因だと考えられていますが、詳しくはまだ分かっていません。パプリカとかも他のナス科の植物もそうですけど、やっぱ尻腐れっていうのは結構大きな問題になっているので、それを抑えるためにどんなふうに品種を作っていけばいいかとか、そういう品種育種的なものにも関わりたいなと思ってはいますけれど、まずはどうしてそういうのが起こるのかっていう基礎的なそういう知見をきちんと押さえておきたいなというふうに考えています。渡辺先生は作物の生育を阻害する酸性土壌と植物の関係についても調べています。メラストーマと呼ばれるノボタンの一種はアルミニウムが含まれる酸性土壌に適応して成長することができます。酸性が強いので土壌の中でいろんなもの溶けてきます。特にアルミニウムっていうものがたくさん溶けてきて、それが植物の根の生育を抑えて、で作物の場合はそれで死んでしまって、強い酸性土壌でも生きている植物でそういう非常にアルミニウムの濃度が土壌の中で多くても生育をすることができる。その有害なアルミニウムを普通の植物は体に入れないようにするんですけど、この植物は自分でたくさん取り込んで体の中で、無毒化するような機構を持ってます。防御機構だけじゃなくて有益な効果として、アルミニウムが作用しているっていうのをこの植物でも示してますけれども、その研究としては多分北大のここの研究室が一番昔からやってて研究が進められていると思います。厳しい環境でもたくましく育つ植物たちの謎にさまざまな実験で迫る植物栄養学研究室。信濃先生が目指す未来について伺いました。自分が今所属している研究室ではですね、基本的にいろいろな不良環境土壌とか、あるいはさまざまな環境要因に対していかに頑強に植物を、作物を育てるのかということが一番の課題だというふうに思っております。一番重要なのは自分たちが農学部に所属しているということだと思ってます。今まで、いろいろ温室等で見ていただいたように植物を育ててそのメカニズムを解明するっていうことだけであれば、それは別に農学部じゃなくても理学部とか他の学部でもやれる研究内容なんですよ。ところが福島の事故とかそういうのいろいろ見てきた中で、少しずつやっぱり農学は実学なんだなっていうことすごく思っていまして、でそれ何かっていうと、農学っていうのはですね、問題が何かっていうことを見つける学問なんですよ。やっぱりすごく人と結びついている学問体系であって、でそれを考えるときにどういうふうに研究が必要なのかと、でそういうことを考えながらそれを見つけ出すのが一番大切なところだというふうに思ってます。札幌農学校から引き継がれてきた実学重視の精神に基づき、農業の課題を解決する研究に今日も若者たちが取り組んでいます。この農場がこれから先の未来も大志を抱く研究者たちを支え続けていきます。